食器専門店山根正弘店長です。今回依頼いただいた包丁はこちら、牛刀です。少し先がつる首になっているのと顎の部分が出っ張っているので形状の修正です。表面加工の依頼をいただきました。それでは作業入りましょう。作業前に状態を見ていきましょう。刃の欠けもなく刃の状態はいい感じ。刃先のこのつる首と顎が少し出っ張っている状態の顎の修正です。錆は出ていないんですが長年の使用で全体的にくすんでいるのでこちらの方を磨いて表面に仕上げてピカピカにしていきます。表面仕上げの前準備としてまずは細かい傷を薄くするために耐水サンドペーパーでこすっていきます。今回は深い傷が特になかったので2000番の細かいサンドペーパーでこすって傷を薄くします。両包丁なので両面こすっていきます。両面こすりました。下準備はこんな感じで OK。 ここから磨き作業になります。ディスクグラインダーに磨き用のハブをつけて粒子が1000番相当の固形研磨剤白棒をつけて磨き上げる。この段階である程度の傷をならしていきます。白棒での仕上がりはこんな感じ。続いて5000番相当の固形研磨剤青棒で磨いていきます。やっぱり白棒だけだと粗いので青棒で仕上げ磨き。青棒で磨きました。やはり白棒と比べたら仕上がりが違う。ピカピカになりました。ここから研ぎ作業になります。まずはこの刃先の変形つる首を直していきます。手研ぎだと大変なので今回は円盤の砥石が回る研磨機で削って刃先のつる首直していきます。削って刃先のつる首直りました。刃先のつる首を修正したのでここから手で研いで仕上げていきます。研磨機だとやはり粗いので手で研いで仕上げます。まずはキングの1000番の中砥石で片方を研いで返りを出していきます。返りが出たら今度は反対側を研いで返りを取って両番になるように調整して仕上げます。これで中砥石の研ぎはおしまい。次に5000番の仕上げ砥石で研いでいきます。中砥石だけよりも仕上げ砥石で研ぎ上げた方が切れ味がシャープになり刃先も整うので刃持ちも良くなります。当店では仕上げ砥石でしっかり研ぎ上げます。先ほどの中砥石と同じように片方を研いで返りが出たら中砥石の時と同じように反対側を研いで返りを取って両刃に調整。仕上げなんで面直しをして砥石を平らにしたら両方の切り刃を軽く研いだら完成。仕上げ砥石で研いだんで切り刃がピカピカに仕上がりました。仕上げの磨き作業、まずはグラインダーよりパワーの少ないミニルーターにハブをつけて研磨剤青棒をつけて磨き上げます。ディスクグラインダーよりパワーがない分このミニルーターの方が綺麗に仕上がるんです。研いだ時についた研ぎ傷や細かい傷を取っていきます。ミニルーターで磨き上げました。よりピカピカに仕上がってます。仕上げはやっぱり手で磨いて終了。機械よりも手で磨いた方が綺麗に仕上がるんですよね。包丁用コンパウンド鏡面植輪をたっぷりつけて磨き上げる。ここで機械で磨いた後の磨きムラを綺麗に磨いて仕上げていきます。鏡面植輪で磨き上げました。こんな感じでピカピカに仕上がっております。今回は牛刀のつる首の修正と鏡面加工をしました。刃先のつる首は治り通常の形に修正し磨き上げたことにより刃自体もピカピカに仕上がっております。今回はこちらの牛刀の方を修理しました。刃先がつる首になってたのを直して中の方が少し欠けてたのでこちらの欠けも直しました。鏡面加工の依頼があったので裏表鏡面加工しました。こんな感じですごく切れるスパスパな包丁に食器専門店山根は包丁の修理や研ぎなども行っております。食器専門店山根正弘店長でした。また違う動画でお会いしましょう。